内サバです。まずはじめに15秒間だけ注意事項をお聞きください。本動画についてご興味を持っていただき大変嬉しいのですが、内サバは東京マルイ製やソフトガンの機構部品に関わるカスタムを推奨しません。個人で改善できる以上の技術が詰め込まれているため、カスタムは設定バランスを崩して早期破損を引き起こすだけです。しかしながら、どんな使い方をしても動く機械はいずれ壊れて危険です。常にメンテナンスすることを怠らず、破損が起こる前に自分と周りの皆様の安全を守れる方のみ、ここからの内容をご覧ください。では今回は、エアガンをスマートに持ち運ぶため、AR フォールディングストックアダプターを組み込みましたので報告します。まず本カスタムでできることについてですが、東京マルイ製 M4A1MWS ガスブローバックの純正部品への加工は一切しておりません。必要に応じて元の形に戻せます。ストックの分の長さが短縮され、大きめのリュックでエアガンの持ち運びができるようになり、電車での移動時などに大変便利だと思います。続いて本カスタムの注意点ですが、構造を理解して運用しないと、部品の破損及び安全面での危険が発生します。アタッチメントパーツの部品加工が必要です。ボルトキャッチ操作が少し硬くなります。実銃のようにストックを折りたたんだ状態で単発発射することはできません。以上になります。では本題に入ります。今回組み込みましたフォールディングストックアダプターがこちらです。Amazon アウトレットでお安く売ってました。販売ページを見て、東京マルイの M4 ガスブローバックに対応していないことは分かりましたが、表示が紛らわしいんですよね。きっと、買ってみて取り付けられないことが分かり、返品された商品なのだと思いましたが、組み込みに挑戦したくて買ってしまいました。M4 系は、つい自分だけの一丁が欲しくなるから、本当に困るなぁと思います。ではカスタム組み込みまでについては、次の流れで説明します。実銃と東京マルイ製品構造の違い、フォールディングストックアダプターの説明、フォールディングストックアダプターのカスタムと組み込み、運用に関する注意点、昨今のモラルに従い、カスタムは図解で説明します。今回は実写動画はありません。期待された方すみません。いつかサバゲーフィールドでお披露目できたら嬉しいと思っております。では、実銃と東京マルイ製品構造の違いについて説明を始めます。まず M4 の実銃発射メカニズムです。M4 は発射時にボルトキャリアーが後退し、バッカーがその反動を吸収します。アッパーレシーバーを分解するために、ボルトキャリアーとバッカーはこの部分で2つのパーツがつながっています。またアッパーレシーバーの分解時に、バッカが飛び出さないようにするため、バッカリテーナーのピンがあります。発射時においては、ボルトキャリアーに溝があり、バッカリテーナーが干渉しないようになっています。これに対して東京マルイ M4A1MWS ガスブローバックの機構はこのようになります。先ほど説明しました実銃ではボルトキャリアーにバッカリテーナーが干渉しない溝がありますが、東京マルイのボルトキャリアーには溝がありません。実銃と同様の形状とせずに、このような違いがあるのは、エアガンに使用できる材料は限られており、強度の面で設定条件を満たさなかったためであると考えます。ですが、この溝の部分がない形状にした結果、発射時にバッカリテーナーが干渉する問題が発生します。この問題を解決して製品化した方法が秀逸です。安易にバッカリテーナーを解除する機構部品を新たに追加するのではなく、アッパーレシーバーを組み付けると同時に、バッカリテーナーが解除されるようになっています。実銃の使用に慣れた人が、不用意な操作で新たな危険が発生しない、安全面に優れた設定であると考えます。またこの時、ボルトキャリアーとバッカが噛み合うように設定されております。これにより軸中心が保たれるため、発射時の部品同士の変摩耗を防ぐ、より壊れにくい形状に設定されていると考えます。その他にも、一つ一つの部品の形状について、例を挙げるとキリがないくらい、製品の安全と品質を保つ工夫が詰め込まれていると感じていましたので、尊敬の意味を込めて純正部品には触れずにカスタムすることを決意いたしました。ではエアソフトガン本体側の構造を理解したところで、今回追加するフォールディングストックアダプターについて説明します。アダプターは、アダプタ本体と電動ガン取り付け用アタッチメントとガスブローバック取り付け用アタッチメントの部品があります。今回は電動ガン用アタッチメントは不要です。ガスブローバック用アタッチメントを使用しますが、すべての部品に加工もしくは、部品変更が必要になります。ではここから、フォールディングストックアダプターのカスタムと組み込みについて説明しますが、発射性能に関わるカスタムでありますので、悪用転換されないために実写ではなく図解で説明します。アダプタの対応モデルがこちらになります。ブルーの箇所が追加で加工した部分です。加工には、旋盤と竜太を使用しました。こちらは新規に製作したパーツになります。これも旋盤がないと作れません。これらを組み付けると、このような位置関係になります。スペーサー部品によりボルトキャリアーとバッカが分断できるので、このラインでストックを折りたたむことが可能となります。この時、ボルトキャリアーとバッカーはアッパーレシーバーのテイクダウンと同じ状況になるため、新たにバッカリテーナーを追加する必要があります。ここで、これまで話をきちんと聞いていただいていた方ならピンとくるはずなんですが、新たなバッカリテーナーは、東京マルイ製のボルトキャリアーに干渉することになります。付属のバッカリテーナーはボルトキャリアーに引っかかるため、使用できません。そのため、ボルトキャリアと干渉はしても滑らかに逃げるような先端の丸いバッカリテーナーを新規に製作しています。また部品に追加で加工した理由は、純正部品を基準に相手部品を加工した内容になっています。確認しながらなので4時間くらい格闘してましたが、部品の加工には、道具さえあれば1時間くらいでできそうです。ここまで揃えると、アダプタの組み込みが完了できるようになります。あとは運用上で注意していただきたい点があります。今回新たに製作したバッカリテーナーは、ボルトキャリア交代時に常に接触している状態になるので、早期破損の原因となる良くない設定部品です。実際のゲームではストックを展開した状態でしか使用しないので、ゲーム中はバッカリテーナーを外しておく方が良いと考えます。また構造を理解していても、ストック分割時にバッカリテーナーに不用意に触るとバッカが勢いよく飛び出します。メンテナンス時にもゴーグルを忘れずに着用しましょう。また今回のカスタムでは、構造上スペーサが挟まっているだけですが、純正状態よりスペーサの分の重さが増えるためリコイルが強くなります。そしてバッカのアクションスプリングが少し押された状態が平行位置になるので、ボルトキャッチの解除に力がいります。
それと本アダプタ関連の部品について、実銃の YouTube 紹介動画ではストックを折りたたんだ状態で単発射撃を行っているレビューがありますが、その状態で発射するとボルトキャリアが交代しない状態になります。エアソフトガンの場合は、ボルトキャリアが交代しないと構造上マガジンのバルブを押すハンマーが戻らないため、マガジンのガスが吹き出し続けることになります。これもカスタムできないことはないですが、ガス噴出量が安定しなくなるためやらない方がいいと思います。以上で報告を終えます。ご視聴ありがとうございました。実写については、どこかのフィールドでお会いした時に紹介させていただきたく存じます。ルールを守って楽しいサバゲーライフを、オーバー。